She gives me loving like I ain't ever had. They toss me to the curb like a dirty dish rag. Say, boys, is the juice worth the squeeze? Every night she makes me feel like a king, then treats me like a dog the very next morning. Tell me, boys, what you think? Is the juice worth the squeeze? Every time I see... いつも動画を見てくれてありがとうございます。スリーピーボーイです。久しぶりに YouTube に動画を投稿します。ショート動画の方は結構上げてるんですけど、Vlog とか企画の動画は多分1ヶ月ぶりぐらいになるので、お久しぶりの方もいらっしゃるかもしれないですね。僕は元気です。はい、久しぶりの投稿ということで、何やろうかなって考えたんですけど、このチャンネルの1本目の動画は Vlog だったので、初心に帰って Vlog からまた再開していこうかなと思ってこの動画を撮ってます。動画の投稿間が空いたんですけども、個人的にいろいろありまして、メンタルが死んでまして、ちょっとお休みを取ってたんですけど、僕たち人間ですから、見てる皆さんもそんな経験あったり、これからねあるかもしれない。僕の考えとかもまた後で話そうかなと思います。最初から僕の真面目な話をしてもいいんですけど、この期間で夏に向けてね服をいろいろ変えまして、それをまず紹介したいので、前半は僕の最近の散財記録をご紹介して、メンタルの向き合い方みたいなのをお話しして、でその後に森道市場というフェスに行ってきたりもしたので、その様子もね Vlog で流してみようかなと思います。まずは最近の僕のお気に入りたちを紹介させてください。行きましょう。準備ができたので紹介していきます。小虎くんもついてきちゃったね。昼寝知ってくれたと思ったんですけど、ついてきちゃったね。小虎くんです小虎くん元気にしております。最近抜け毛がねひどいんですよ。部屋中毛だらけです。僕の服もめっちゃ毛だらけです。でもね可愛いからねいいんですよ。ワンちゃんはね。気を取り直してね、最近ね買ったものをちょっと紹介しようかなと思います。ではね、まず1つ目、ファミマのロンティーです。正式名称はファミマのアウター長袖 T シャツかな。僕185センチで XL に幅が結構あって、ゆとりのあるデザインなんですけど、丈感とかもね個人的にはちょうどよくて気に入ってます。僕がこのアイテムで気に入ってるのは、このね生地のね厚さ、柔らかさなんですよ。昔は厚手のものが好きだったんですけど、最近はなんか着心地がいい、さらっとして柔らかいやつの方が、普段着ててストレスないな、その方がいいなって思うようになって探していたところにこれ出会いました。僕の動画だとコストコのパックティーをちょこちょこ紹介してるんですけど、生地の厚さ的にはあれにちょっと近いかなっていう感じです。乳首が透けないぐらいの絶妙な生地感。この長袖 T シャツに関しては白黒持ってますし、半袖も白黒持ってます。お次はこれです。ザラのリネンパンツになります。ちょっとねなんかいろんな種類のが出てて、正式名称がちょっと思い出せないんですけど、多分なんかリネン 100% パンツみたいなやつだったと思います。ザラのパンツあんまり僕の丈に合うイメージがなかったんですけど、これはねすごいちょうどいい。リネンなので透け感のある素材ではあるんですけど、このアイテムは完全に透けてしまう薄さではなくて、割としっかりめな厚さなので気兼ねなく着れますね。結構涼しげな印象のある夏っぽいアイテムなので、こういう爽やかな半袖シャツに合わせたりとか、リゾート感のあるバッグと合わせても良さそう。着てて気持ちよさもあります。こう風が抜ける感じが癖になる。次はパンツの流れでベルトをね紹介しようかなと思います。こちらになります。ラングラーのウエスタンベルトですね。ラングラーって書いてあるんですけど、つけるとこんな感じですね。僕のウエストだとちょっとこれを垂らすことはできませんが、こんな感じでちょっとね腰回りにアクセントが出ます。アワーレガシーのウエスタンベルトもいいなと思ったんですけど、値段がかなり高かったので、買いやすくてかつクオリティも高そう、僕の大きめのウエストにも合うもので探したらラングラーのものを見つけたので買ってみました。個人的にはすごく満足してます。
ワンサイズなのでかなり細身の方とかだと合わないかもしれないんですけど、僕ぐらいウエスト80前後の方とかだったら、ラングラーのベルト結構選択肢に入れてもいいかなと思います。値段はね9000円ぐらいだったかな。それでは次こちら、バンダナスライダーというものです。最近の僕のマイブームはこんな感じでね、スカーフとかバンダナをこう首に巻いたりするんですけども、首元でバンダナとかスカーフを留めるための金具、リングの代わりみたいな感じです。バンダナを巻くだけでまた雰囲気が変わりますよね。お上品になる。お上品かつちょっと男らしくなるかなと思います。ちょっと小さすぎると使えないかもしれないですけど、少し例えば大きめのリングとかがあれば、はい、こんな感じでね留めることもできます。僕はねかっこよさを追求したかったんで、このバンダナスライダーなるものをゲットしてみました。多分真鍮とかでできてて結構クオリティが高いです。ここの首元にバンダナ巻くだけで全部のコーデがもうワンパターン増えるんで、結構画期的というか今年の夏を対応しそうな感じですね。気になった方はぜひ一緒にやりましょう。次はこちらです。メッシュニットになります。これはねフリークスストアでセールで買いました。多分ね3900円とかだったような気がします。本当はステューシーとかエメレオンドレっていうブランドで出てるホッケーシャツみたいなやつが欲しかったんですけども、すぐ売れちゃって全然買える場所がないので、じゃあもう逆にシンプルに着やすいやつにしようと思ってこれ買いました。首がねちょっと横にこう開いてるのが特徴的なんですけど、シルエットとしては少しゆとりのあるボックスシルエットかなアイテムです。裸で着ると完全にセクシーなんですけど、T シャツとかタンクトップとか着て合わせるとありかなと思います。結構こう生地あるから暑そうに見えるじゃないですか。これねめちゃくちゃ風抜けるから涼しいんですよ。ここは密度濃いんで暑いんですけど、この部分はねなんか半袖着てるのとそんな変わんないぐらい非常に気に入って最近よく着てます。僕で M サイズでした。普段着てる服より1個小さめのサイズにすると、こんな感じに近いかなと思います。これにさっきのさこのスカーフとか巻いてみようよ。こんな感じで着てみるとかね。そう涼しげだしお上品だし。そうだ。でここに合わせる靴、今ね新しく買ったやつあるので紹介します。ちょっとねサンダルで生活することが増えてきて、靴下をね履く習慣が減ってるんでよいしょ感がすごい。ノンネイティブとマインデニムのコラボのサイドジップブーツになります。ウエスタンっぽいデザインが入っているスウェードのブーツになります。前に出たやつで、使用感のある中古のものなんですけど、それでもめっちゃかっこいい。ここまでジップがついてるので、脱ぎ履きもしやすい。履くとこんな感じです。明るいブラウンみたいな感じでアメカジとかの雰囲気にすごくマッチしてます。このコーデめっちゃ良くない？こんな感じで足を上げた時に見えるここら辺のデザインが非常に可愛い。次はねサンダルです。ビルケンのアリゾナというモデルです。このボストンっていうモデルは3年前ぐらいに買ってずっと履いてるんですけども、2足目としてこのアリゾナを買いました。僕はね結構似たやつ買いがちな人です。ただ、こっちの方がより濃い色味で履き潰されたような生地感になってます。こっちの方が新品に見えるもんな普通に生地感的には。そういえばこの前このボストンを洗ったんですよ。スウェード素材を洗うことができる洗剤と、あと栄養剤とかクリームを使ってやったんですけど、めちゃくちゃ綺麗になったんですよね。次洗う時は動画に残そうかなと思います。革靴と違ってスウェードのこういう靴ってなんかメンテナンス結構迷うじゃないですか。それが家でできるっていうのは結構僕は感動したので、またシェアしますね。それこそみんなが持ってそうなクロスラックスと合わせるとこんな感じです。この色いいよね。こういうねメッシュニットもいいし、さらっと羽織れるちょっとこう透けるようなシャツとかと着ても可愛いですよね。こんな感じでバックルがね少し使い込まれた錆びたような色味になってるのもいいんですよ。気に入ったものを身につけるってちょっとやっぱテンション上がるですね。以上がねざーっと紹介しましたけど、最近散財したものたちでした。
場面は変わりまして、チャプター2かな。今まで動画でやったことがないことをお話ししようかなと思います。動画の冒頭でもお話ししたんですけど、1ヶ月ぐらい YouTube のこのロングの動画はお休みしてました。この期間にね、いろいろ考えまして、自分なりにどう向き合うか、これからどうやっていこうかみたいなのを考えたんですよ。今までの僕の動画では僕の人生の考え方みたいな深いところはあんまりお話ししてこなかったので、せっかくいろいろ考えたので、ちょっと動画の中でこれからちょこちょこお話ししていこうかななんて思っております。需要があればね。第1回は僕が話したいんで話させてもらおうかなと思うんですけど、会社員とかでお仕事されている方だったりとか、受験勉強とかでね、勉強頑張っている方とか、いろいろいらっしゃると思うんですけど、少しの参考になればいいかなと思います。はい、ということで今日ねお話ししようかなと思うのは、自分の承認欲求と完璧主義の向き合い方みたいな、急に真面目なタイトルみたいになっちゃったけど、僕のこの動画を見ている皆さんだったら知ってる方も多いとは思うんですけど、僕は SNS を結構長くやっています。何かを発信して皆さんから評価してもらうっていうのが毎日のようにあるんですけど、それがねいつしか発信することだけじゃなくて、自分の人間としての評価、存在意義にもすごく強く現れるようになっちゃってたんですよ。自分がどう自分のことを思うかよりも誰かがどう評価するかっていうことが気になるようになっちゃってて苦しんでたんですよね。プラスで承認欲求を満たすためには、自分がこういう人間じゃないといけないっていう理想、あるべき姿ができちゃっていて、それに対して完璧にならないといけないっていう思いもあったので、そこでも苦しんでました。何かを発信して評価されなかったら辛いし、誰かに評価されたとしてもそれが自分のあるべき姿じゃなかったら辛いみたいなね、どっちに転んでも辛いみたいな状態だったんですよ。今後も続いたらちょっとしんどすぎるなと思って考え方を変える努力を今もなんですけどしてます。その中で効果があったものを今回ちょっとお伝えしようかなと思うんですけど、まず一つ目はですね、当たり前かもしれないんですけど、自分のことを褒めるっていうことです。誰かができたことはすごい、同じことを自分がしてもすごいとはあんまり思わないんですよ。当たり前とか荒探しをして改善する場所があるって、だんだん自分に自信がなくなってきちゃってまして、それをね変えるためにどんな些細なことでも褒めようって思って、例えばですけど掃除機をかけました、家事もできる優しいやつなんだとかね、編集してできた写真を見て、この色味を出せる俺って結構センスあるかもみたいな、大人になっていくとねそこら辺の考え方が弱くなっちゃうので、意識的に自分のことを褒めるっていうのを少しやるようにしました。絶対的な味方である自分自身がいることで、必ずしも他の人に評価してもらう必要はないなって思うようになってきたので、それはねすごく効果があったかなと思います。でもう一個は毎日の評価、自分自身の評価を減点式じゃなくて加点方式にするっていう考え方です。僕は毎日寝る時にこれできてなかったなとかまだまだだなみたいなので寝ることが99% ぐらいありました。それが何で起こるかっていうと、自分のあるべき姿にどんだけ外れてるかを常に考えていたので、これも違う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 みたいな感じで、本来だと理想の100点があるとしたら、それから離れた俺は20点だった、おやすみなさいみたいな、それはねしんどすぎるし、やっぱりそれはもう完璧主義をどんどん強くしちゃって自分の逃げ場がなくなっちゃうなと思いました。だから加点方式にしてみたんですよ。加点方式っていうのはもう起きた時から今日も朝無事起きれた20点、めんどくさいけど髪セットした20点、朝日見てちょっと瞑想した健康的じゃん10点みたいな感じでどんどん点数をつけていくんですよね。減点方式と違って絶対行動を起こせば加点されていくんで、寝る時には60点とか80点とかになるんですよ。そうすると寝る時に案外頑張ったな自分っていう風に思えるようになるので、完璧主義とかで苦しんでいる人とかにはすごくいい考え方だなと思ってます。自分をね褒めて、そして自分の一日を加点方式で考える、この2つで毎日のネガティブな要素がポジティブに変わってきたので、トライしてよかったなと思っ
ってます。今までの動画ではなかったけど、これからはねこういう感じで僕の考え方ちょっとお話しして、全員の参考にはならないのは分かってるんですけど、僕と同じように苦しむ人もきっといると思うんでね、共有しちゃいます。It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young, oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. All of the moments collected in time, perfectly bound like your hand fits in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life. My heart is aching, but somehow in all the right places. You make me feel like enough. I'm ever yours, I'm ever yours. My heart is racing, these tears of happiness shaking, 'cause I know that I found love. I'm ever yours.